どうも当月です。今回は JR の乗車券で使える途中下車制度をご紹介したいと思います。実は JR には長距離の乗車券を買うと途中の駅で何度も降りられるルールがあるってご存知でしたか？いわゆる途中下車制度というやつで、鉄道で旅行をするなら知っておくべき必須知識の一つです。今回は実際に静岡から東京まで東海道線をひたすら走りながら途中下車の解説や途中下車で立ち寄ったスポットをご紹介していきます。ぜひ今回も最後までご覧ください。それでは行きましょう。静岡県庁の展望台にやってきました。雲がなければ富士山が見えるんですが、今日は見えませんね。今回利用するのはこちらの静岡から東京山手線内への乗車券です。まず途中下車の基本的なルールをご紹介していきます。途中下車は乗車券の有効区間内で一度改札を出てももう一度同じ切符で乗車できる制度のことを言います。今回で言えば静岡から東京山手線内の駅まで東海道線の区間であればどこでも降りられるよっていう意味の乗車券になっています。三島で降りたり沼津で降りたり横浜で降りたりすることができます。もちろん全ての乗車券で途中下車できるわけではなくて、途中下車できる条件というのがあります。それが営業キロが100キロ以上の乗車券です。今回の静岡から東京は173キロなので OK なんですが、一方で小田原から東京は NG という感じです。距離は乗り換えアプリとかで調べればすぐ出てきます。とは言っても100キロを超えていれば OK というものではなくて、特定のエリアでは100キロを超えても途中下車することができません。大都市近郊区間というゴリゴリの漢字ばかりの制度があるんですが、要は東京とか大阪の都心部から近いエリアは途中下車できませんよっていうエリアです。東京から長野まで近郊区間っていうのは超微妙ですが、そういうルールが JR にはあります。例えば東京熱海は104キロなんですが途中下車ができません。理由はこの大都市近郊区間の中に入っているからです。ですが頭のいい方は一つ隣の函南駅まで買って途中下車ができる乗車券を購入して乗り鉄旅を楽しんでいます。函南駅は近郊区間の外にあるので途中下車が発動されるんです。ちなみに東京熱海と東京函南は料金は全く同じなので、これを発見した人はマジですごいなと思っています。県庁から歩いて静岡駅にやってきました。ここからは実際に使いながら途中下車のご紹介をしていきます。東京まで途中下車を繰り返しながらダラダラと帰ります。乗車券は改札に通せばいいだけで、途中の駅でも改札に通せば乗車券が出てきます。それではまずは清水の三保の松原へ向かいたいと思います。興津行きの普通電車に乗っていきます。熱海はおろか富士も沼津も三島も行かないこの興津行きは静岡駅ユーザーからするとそこそこ嫌がられている行き先の一つです。ちびまる子ちゃんでおなじみの清水に到着しました。駅のコンコースはめちゃくちゃ立派で、改札を出ると大きな窓が見えてきます。三保松原へのバスは改札を出て左側西口から出ています。清水駅から三保松原まではバスと徒歩で3、40分ほどかかりますので、電車やバスの時間はチェックしておくことをお勧めします。バスに乗って三保松原入口といういかにもな名前のバス停で降りました。ここからは歩きです。三保神社から伸びる神の道という松並木の木道を歩いていけば三保の松原まではすぐです。この辺りまで来ると海が近いので潮風を感じますね。こちらが三保の松原です。三保の松原は静岡を代表する景勝地で、約7キロにわたって続く松と砂の海岸線が特徴です。世界文化遺産の構成資産の一つとして登録されていて、富士山と松林、駿河湾の風景は世界的にも有名です。実際この日も海外からの観光客がめちゃくちゃ多かったです。なんなら日本人の方が少数派だったと思います。日本の和歌や浮世絵にも描かれてきた名所で、日本史でもおなじみ歌川広重の富嶽36景でも描かれた場所です。現在樹齢300年の大きな松の木もこの三保の松原には植えられていて、観光センターもあるのでまさに観光地といった場所になっています。三保の松原の最大の魅力がこの松林越しの富士山なんですが、この日は残念ながら曇っていて見えませんでした。別日で撮ったやつあげときますね。冬の晴れた日なんかはすごい綺麗に富士山が見られます。途中下車をするのであればここはぜひとも寄ってほしいスポットです。ちなみに近くの売店では静岡名物の安倍川餅が売っていまして、これがまた絶品なので立ち寄った際はぜひマストで買ってください。
清水駅から再び東海道線に乗ります。今度は熱海行きの普通電車に乗っていきます。次の駅までは時間があるので、途中下車の旅をする上で覚えておいてほしいワードを2つここでご紹介していきます。それが前途下車無効と有効期間です。 JR の乗車券には前途下車無効と書かれていることがよくあります。なんとなく何かがダメ的なニュアンスは感じますよね。これの意味って途中下車をしたらその先の駅からは乗車券は使えないよっていう意味なんです。前途って先行きとか将来っていう意味の言葉なんですけど、この先っていう言葉に置き換えると分かりやすいと思います。例えば東京から熊谷駅へ行くとしましょう。途中の浦和駅で降りて改札に乗車券を通すとそのまま回収されてしまいます。つまり浦和駅から熊谷駅までの乗車券は新たに買わないといけません。そして今回の場合は山手線内各駅下車前途無効と書かれているので、山手線内の各駅で降りたらそこでこの乗車券は使えなくなるよっていう意味です。品川で降りようと新宿で降りようと中央線の四谷で降りようと同じです。2つ目は有効期間です。 JR の乗車券には距離に応じて利用できる有効期間が変わるんです。101キロ以上200キロなら2日間、201キロから400キロなら3日間、401キロから600キロなら4日間というように乗車券の有効期間が伸びていきます。このルールを使って宿泊をする鉄道旅をするのも面白いです。以前ご紹介した東京から東京への一周乗車券もこの距離に応じて有効期間が変わるものなので、宿泊を伴った旅ができます。この動画は概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください。というわけで次の途中下車駅藤川駅にやってきました。駅周辺には何もない駅なんですが、ここで降りたのはちゃんと理由があります。駅から少し歩くと東海道新幹線の藤川橋梁が見えてきます。目的はこれで新幹線を見に来ました。新幹線からよく見える藤川の看板です。実際に目の前に現れると感動しますね。そして風景はこんな感じです。晴れて言えば奥に富士山が見えるんですが、あいにく今日は曇っていて見えませんでした。ちょっと待っていると東海道新幹線が高速で走ってきました。あれは博多まで行くのぞみで300キロ近いスピードで走っていきます。これだけ離れていても新幹線はやっぱり迫力がありますね。続いてやってきたのは児玉です。この3キロ先に新富士駅があるのでスピードはちょっと落として走っていきました。これは鉄道に興味がない人でも楽しめるアトラクションだと思います。実際僕ここで楽しくて1時間近く新幹線を眺めていました。これを見るためだけに藤川で降りるのもおすすめなのでぜひ行ってみてください。それでは次の駅に向かいます。在来線も駅を出たらすぐに藤川を渡ります。約570メートルもあるこの大きな橋を渡って次の停車駅の富士駅へ向かいます。三島駅に到着しました。三島駅は東海道新幹線も止まるので静岡県の中でもかなり栄えている方の駅です。三島って東京へも行きやすいので、ここから新幹線通勤で都心へ向かう人もいるくらい便利な街なんです。そんな三島といえば三島大社ですよね。お参りのためにやってきました。三島大社は伊豆地方の総鎮守として古くから信仰を集めている由緒正しき神社です。平安時代には源頼朝が戦勝祈願を行いまして、鎌倉幕府の成立後にも崇敬されていたことで知られています。そんな境内には樹齢1200年を超えるご神木の金木犀がありまして、国の天然記念物にも指定されています。毎年8月には三島大祭りっていうのが行われていて、流鏑馬が再現されるので、それを目当てに多くの参拝者がにぎわいます。三島駅から15分ほどの徒歩圏内にあるので、伊豆観光の際に訪れやすいスポットです。そして僕はこの時絶賛体調不良だったので、熱が下がりますようにとお参りをしました。ちなみに翌日僕は39度の熱を出したので、お参りの効果は全くなかったですね。境内のお茶屋さんでは三島大社名物の福太郎餅が味わえるので、休憩がてら食べてみてください。リーゼントの髪型をしたお餅として知られています。こしあんの入った美味しい草餅と温かいお茶でホッとすることができますので、ぜひ立ち寄ってみてください。三島から普通電車に乗り熱海まで来ました。ここからは JR 東海のエリアから JR 東日本のエリアに入ります。よく静岡の伊豆エリアは関東だって言われるんですが、静岡方面から来るとそれがよくわかります。やっぱり熱海は首都圏感が強いですね。
富士や三島はザ静岡、ザ東海っていう雰囲気がすごくあったんですけど、熱海はやっぱり違いますね。なんか東京がちらっと見えました。この辺りで途中下車を切り上げて、熱海からは東海道線の普通電車に乗って終点の東京まで一気に向かいます。グリーン車はやっぱり2階からの景色が最高ですね。最後に途中下車をするにあたって知っておくべき注意点を2つご紹介します。1つ目は戻ることができないです。当たり前なんですが、乗車券で一度来たルートを戻ることはできません。降りようと思っていた駅を寝過ごしてしまったという場合、戻れないので気をつけてください。そしてもう一つは、特急列車の特急券は途中下車できないということです。例えば今回は熱海から東京まで普通電車で移動していますが、この区間は特急踊り子という特急列車も走っています。この列車に乗って横浜で途中下車しようとする場合、熱海から横浜、横浜から東京と特急券を2枚購入しないといけません。熱海から東京までの特急券を買って横浜で途中下車っていうのはできないのでお気をつけください。静岡駅から約9時間かけて途中下車をしながら東京まで戻ってきました。個人的にはこの静岡東京ルートの途中下車の旅は本当におすすめなので、皆さんにもぜひやってみてほしいです。新幹線だと1時間ちょっとで着いてしまいますが、静岡の魅力を楽しみながら在来線の旅をするのも面白いので、興味があればぜひこのルートで旅をしてみてください。ということで今回は JR の途中下車についてご紹介してきました。観光地を寄り道しながら移動が可能で、旅行の自由度がアップします。宿泊を挟んでも OK なので、宿泊旅行ありきの乗り鉄旅をするのもいいですね。東京から名古屋、東京から仙台、大阪から博多みたいなルートで使うのも面白いと思います。このチャンネルでは今回のような旅や鉄道に関する情報やサービスや商品の紹介動画などをアップしています。現在チャンネル登録者1万人を目指して日々活動しています。面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。